2023年1月1日から15日までのヤギ座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。1月1日から15日までのヤギ座さんのリーディングを行います。まずはお誕生日おめでとうございます。こちらにヤギ座さんのリーディングでヤギ座新月のカードが出ております。あなたの努力が報われていく。そしてこのヤギ座新月というのは、今回12月23日にあったんですけれども、おそらくその前後であなたの気持ちが切り替わる、始めるべきものが見つかって、もしくは決心がついて次のステージに進んでいく。こちらにワンドのエースが出ております。合わせてソードの5も出ておりまして、何かが終わって始まる。おそらくあなたが始めたいって思うようなものに出会って、もしくは新しく関係を深めたいって思うような人に出会って、終わっていくものがある。その終わっていくものというのも、あなたの気持ちが新しい方に切り替わっていくことによって、その今まであったものというのが色あせて見えてくるんじゃないかなって思うんですが、このカードでは日没の絵が描かれてますが、太陽が沈んで薄暗くなっていくように、今まで取り組んでいた何かが色あせて見えていく。というのも、このあなたの努力が報われることによって、あなた自身がレベルアップしていくので、例えばこの終わって始まるものというのがお仕事や勉強、趣味の場合は、あなたのレベルが上がることによって、それが物足りなくなってしまう。ですので、この新しい方への切り替えというのは、太陽が昇って沈むように、とても自然なことなんですけれども、この時期、特にこの年末年始、あなた自身も自分の気持ちが定まって、次始めるべき新しい方に移行していく。こちらにピッタのカードも出ておりまして、この時期、この始めるものというのが、あなたのやる気に火をつけていく。ですので、年の始まりにふさわしいスタートだと思うんですけれども、それを始めることによって、新しいステージが始まっていく。そしてあなたにとって、すでに色褪せたものが終わっていく。イメージで言うと、その関係を、その職場を、その学校を卒業して、次のレベルに挑戦していく。あなたにその実力があるので、このスタートするタイミングを迎えていて、かつ今までのあなたの努力や経験というのが、この始まりに役立っていく。それだけあなたを活かせる始まりなんじゃないかなって思います。そしてこちらにミュールのカードが出ておりまして、このカードが出ているということで、このステージの切り替わりによって、あなたが本当に変わっていくんだなって思うんですが、例えば職業が変わる、恋人が変わる、お友達が変わる、学校が変わる、肩書きが変わる、パートナーが変わる。あなたの中だけで何かが変わる、何か新しいことが始まっていくというよりも、周りの人にも伝わる形であなたが変わっていく。なので変わっていくあなたを引き止めるような人とか、それをよく思わない人もいるかもしれないんですが、
この時期はこの新しい方向に進んでいくべく、あなたの気持ちが決まるというのと、その気持ちが決まったあなたを後押ししてくれる人がいる。反対する人もいるかもしれないんですけれども、それ以上に応援してくれる人がいる。それはあなたが力を持て余すのではなく、その力を発揮すべく、新しいことに挑戦すべきだということに気づいている人がいるということでもあり、あなたにもっと活躍してほしい、もっと自分を生かしてほしいって思っている人たちがたくさんいる。そしてこの時期は、年の始まりでもあり、ヤギ座さんにとってはお誕生日の時期ですので、2023年の目標を立てるというのがとてもおすすめです。そしてその目標の中で、一つでもこれを始めたいというものがある場合は、それをこの時思い切って始めると、こちらにチェーンのカードが出ていますが、何かを始めた途端に、数珠つなぎのように、とても良いことが起きる。例えば、良い人との出会いがあったりとか、これを始めたことによって、本当に始めるべきものに出会う。ですので、この時は、この2023年に行いたいこと、叶えていきたいこと、始めたいことというのを思いつく限りリストアップして、そしてこの期間内で始められそうなものをとにかく始めてみる。あまり考えすぎずに始めてみるというのが、この時はとてもおすすめです。そして始めるものが見つからないという方の場合は、今回とてもおすすめだなって思ったのが、このピッタというのは、インドのアーユルベーダのワード、そしてこのチェーンのカードには地図のような絵が描かれてますので、この始めるものと海外に関するものが組み合わさっているとより良いんじゃないかなって思います。こちらにソードの2も出ておりまして、この新しいものが加わることによってバランスが取れる。例えばこの時期、新しい健康法を始めるという場合は、このアーユルベータとかヨガとか、中国の漢方とか、あとは太極拳とか、そういう海外のものを取り入れる、新しく始めることによって、バランスが取れていく。あと、この取り入れていく海外のものというのは、語学など勉強の場合もあれば、あなたの気持ちに火がつく存在。例えば、新しい恋人、新しいお友達というのが、海外の人という場合もあれば、あなたの新たな生きがいになるぐらいの心ときめく存在、アイドルや俳優など、あなたが情熱的に応援していく存在に出会うという場合もあると思いますし、このあなたのやる気に火がついて始めていくことというのは様々だと思うんですけれども、この時始めていくこと、この時出会っていく人というのは、あなたの世界を広げていくきっかけになる。その出会いによって、次々と人脈が広がっていったりとか、すべきことが見つかっていったり、あなたの生きる世界が広がっていく。ですので、ぜひこの年末年始、2023年したいことリストというのを作っていただいて、この期間内で始められそうなことは、ぜひ一つでもいいので、とにかく始めてみる。恋のお相手をお探しの方の場合も、この時期どうしても始めたいって思ったものを始めたことがきっかけでとても良い出会いがある。それが直接、その将来の恋人、パートナーとの出会いにつながらなくても、そこでの出会いがきっかけで、この数珠つなぎのように出会いがつながっていって、そのあなたのお相手に巡り会える。ですので、この時期は始めるべきことが見つかっている人も、そうじゃない人も、あなたの中のこのやる気に火をつけていく火のエネルギーを内側に閉じ込めないためにも、何かしらの新しいことを始める。特に直感に従って新しいことを始めると、あなたにぴったりの人、ぴったりの物事に出会えるって言われています。このソードの語には、オジブア族の言葉で、
時々私は自分を憐れむが、いつも空を横切る偉大な風に運ばれていると書かれておりますが、この偉大な風に運ばれて、新しさの方に導かれている。あなたの努力が報われた結果、この新しさが始まっていく。そしてこの新しさによって、あなたの世界が新しい人脈が広がっていく。新年に、そしてお誕生日の頃にふさわしい始まりの時ですので、始めたいって思うものを始めていただいて、新しいステージに自信を持って進んでいただきたいなと思いました。それでは、1月1日から15日までのヤギ座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。